ちは、カンナミシエルです。アシスタントのグミジーです。今回は、簡単、混ぜるだけとカッチャを作っていくよ。なんと今回はパンですか。シエルチャンネル初、パン始めました。パン用の帽子もかぶって張り切っていくよ。材料は概要欄をチェックじゃ。ぜひ最後まで見ていってね。チャンネル登録、グッドボタン、通知オンもよろしくお願いします。コメントも気軽にお待ちしてます。では始めてくよ。強力粉に材料をどんどん入れてくよ。まず砂糖、イーストちゃん、お塩。イーストとは違う場所に入れよう。直接触れちゃうとイーストちゃんが弱ってうまく発酵しなくなっちゃうから注意よ。次に人肌に温めたお水。気温によるけどだいたい35度くらい。ぬるあったかいくらいよ。最後にオリーブオイル。オリーブオイルの香りの方がフォカッチャらしいかな。なければ他の植物油でも代用かよ。では混ぜてきます。イーストとかがダマになっちゃうって人はお水にイーストと砂糖を溶かし混ぜておくといいよ。切り混ぜるようにして粉だけのところがないようにしようね。ダマがなくなれば OK。 そしたらふんわりとラップをかけます。そして発酵を取っていくよ。私のうちのレンジは発酵モードなるものがあったのでだいたい30、40度をキープできるみたいなので、そのホイロ室で1時間置いて発酵を取ります。ホイロがない場合は温かめの水を湿らせた布巾をラップの代わりにかけて35度前後はキープできるようにしてあげてね。時間というよりは発酵具合、つまりどれだけ膨らんだかで見てあげよう。イーストの配合量にもよるんだけど、このフォカッチャ生地なら2倍くらいが目安かな。では発酵。膨らんだ。ビヨン。自分で作ったパン生地は愛着湧いちゃうね。母性が芽生えてきた。名前は早く次に参りましょう。では余計な発酵ガス、空気を抜いてくよ。下から持ち上げて中央に持っていく感じ。このガスを抜く作業をパンチと呼びますね。パンチ。今回の生地は第1回目ということで作業も難しいものが少ない簡単めのを選んだよ。手でこねる作業がなくてゴムベラだけで生地ができちゃうのだ。こんな感じ。型のご登場。今回の分量はこれくらいの型たちに入るくらいだよ。薄く油を塗ろう。オリーブオイルだよ。結果的なことを言うとこっちの四角い型はくっついちゃいました。型によっては外しづらかったりすると思うから普通にテーキングペーパーをかましてあげよう。この型の方が高かったんだけどな。生地をよいしょ。軽く平らにして、ここでオリーブ。おう、キッチンかな。ここのオリーブオイルは重要よ。手で塗り広げてあげましょう。このオリーブオイルはくっつき防止でもあるし、この表面のオイルの量によって焼き上がりの表情が変わるよ。量が多いほど油で揚げたみたいに表面がバリバリになって美味しいよ。そして指で下までと穴を開けよう。余計なガス抜きだよ。そしたら2回目の発酵を取るよ。もう一度ホイロに30分ほど入れます。はい、発酵取れました。オーブンを予熱し始めよう。オーブンが別にあったりする環境なら発酵が取り終えたタイミングで構えればベストだからね。逆算して予熱しておこう。温度は200度で30分くらいです。お好みで表面にお塩をパラパラっとかけてあげよう。美味しそうな茶色で出してあげようね。ナイスな茶色ね。大きく育ったわね。ではこれで完成。それではいただきます。
リーブオイルとお塩が引き立ててくれているわ。食感も表面カリッとして内側はもっちり、生地の塩加減もちょうどいいし、表面に散らしたお塩がまばらに下に乗ることで良いアクセントになってるの。シンプルだけどそれがいいのよね。そのままでももちろんだけど、スライスしてサンドイッチやハンバーガー、トッピングを乗せて焼くことでピザみたいにもできるよ。その場合は動画の生地の量を入れて焼くと出来上がりすぎて具が爆発しちゃうから、生地を半分くらいの量とかにして薄焼きにしてあげよう。カリカリの麺を多くしたい人も薄焼きがおすすめじゃ。その場合、型が足りなかったりオーブンに入りきらない生地はどうしたらいいの？発酵が進んでどんどん膨らんじゃうよ。釜に入りきらない生地は冷蔵庫に入れて冷やすことで、イーストの発酵を遅くすることができますぞ。それで釜入れのタイミングを調整しましょう。または作る量を減らしたりなどですな。ふむふむ、それで解決できそうだね。たくさん作っちゃった場合でも、冷凍しちゃえば長く保存が可能だよ。また食べたい時にレンジでさっとチンすればもちもちで食べれるし、オーブンで焼き直す。最近ではリベイクっていうのかな。リベイクすればほとんど焼きたてを味わえるよ。ちゃちゃっと食べたい時はチンして解凍した後、さっと表面をフライパンで焼くだけでもかなり美味しいよ。パンの動画は初めてだったけど、やっぱりパンも作って楽しいね。これからもパン動画を上げていきたいと思います。今度はテコネとか丸めがしたいね。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。動画の感想、作ってみた感想もいただけると嬉しいです。チャンネル登録、グッドボタン、通知オンもよろしくお願いします。だいたい週に1、2本動画を19時くらいに上げてます。他のお菓子の動画も見てみてね。コメントも気軽にお待ちしてます。それじゃあまたね。